本当の自分が魅力をもうバンバンに発揮している様子が出ているので、愛の始まりとか両思いとかですね、何か新しい物語が始まります。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他のすべての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、お待たせいたしました。それでは魚座の皆さんのリーディングです。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。11月ですね。はい、ソードのクイーンの逆位置でございますね。ハイエレファント。カップのクイーン。はい。はい。そして、ジャスティス。いい流れですね。なんだかバランスがこの先取れていくということが出てますよ。バランスが取れていく。はい。ワンド2からソードのページ。これもよく出ますね、今回。カップの S。素敵なカードが出ましたね。それからタワーの逆位置です。そしてワンドのクイーン。それからこちらが、はい、いいですね。このカードです。はい、それではリーディングしていきましょう。今回使わせていただくカードはこちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。前回から引き続き同じカードになります。ご興味がございましたら概要欄にリンク貼ってますので、よかったらご覧になってみてください。はい、素敵なカード出てますね。カップのクイーン、優しさのカード。それからワンドのクイーン、魅力全開のカード。いいですね。優しさのカードと、それからちょっと厳しさのカード。それが入り混じってる感じがありますね。そして最終結果がね、タワーの逆位置っていうのがなかなかインパクトカードが出ています。ですから、大変化の真っ最中ということは言えるんじゃないかなと思います。で、この大変化っていうのは、魚座の皆さんが自分らしく生きるために必要なことだったりするんですよね。自分らしく、もっともっと自分らしく自分の良さを出していくための軌道修正と言ってもいいと思います。はい。では、一つ一つ見ていきましょう。現状がソードのクイーンですね。なかなか厳しいカードが出てます。厳しいっていうのは、なんていうのかな。そういった意味の厳しいじゃなくて、この人が厳しい人なんですね。ソードのクイーン、大変頭が切れて、仕事ができて、バリバリやっていくというようなキャリアウーマンみたいなイメージのカードです。それが逆位置なんで、できるがゆえに少し厳しくなる。人に対して自分に対して厳しくなるというところが出てますよ。シビアに物事を見すぎるとか。それが現状として出ています。で、こういうふうになってしまうっていうのは背景がおそらくあると思うんですね。厳しくなる。で、それが悪いことじゃないんですよ、全然。厳しいことが悪いことではないんですが、いつもよりも自分とか
相手に厳しくなりがちというのが現状で出ています。そして、こちらが過去ですね。過去、現状、この先の未来。こういう形で進んでます。で、過去が、これね、与えるカードが出てますね。ギブのカードです。このカードの世界観としては、裕福な人がそうでない人にお金をあげてるっていうカードです。で、そういうふうに与えることによって結果、こう巡り巡って自分にもまたやってくるというようなね、こうぐるぐる回っているカードです。豊かさの循環のカードでもあるんですね。なので、おそらくご覧の方々は、こんな風にですね、周りの人に与えてきたっていう方が多いと思います。与えてきたものは、お金かもしれないし、それから何かこう優しさとか、やってあげるっていうことだったり、利益、つまり相手にとって利益となるものをあなた様は与えてきたって出ていますよ。はい。ギブしてきた、やってあげてきた、それが出ています。で、ここからの流れで、ソードのクイーンなんですね。ちょっと厳しさが出ている。だから、やってあげすぎとかですね、人に対してやってあげすぎとか、あるいは優しすぎとか、人に対しての対応っていうのをちょっと考え直している方もいるかも。そのように今回はお伝えします。ね、十分与えてきたんですね。もしかしたら与えすぎちゃったかな、優しすぎちゃったかなっていうふうに思う方もいるかも。そこら辺の調整が入るって出てます。ジャスティスの正位置。これがこの先の近い未来に出ています。はい。今ね、言いましたこと。優しさと厳しさの出し方だったり、例えば人に与えることともらうことだったり、そのあたりがこの先ね、ちゃんと調整できますよって伝えてくれてます。ですから、先に言いましたように、自分自身の軌道修正が今月行われそうなので、ここの流れもそうなってますね。この後、うまい具合に最高の状態に、この天秤が平らになるように、あなた様自身が整いますって伝えてくれてます。最高の状態に整うために、やっぱり修正されていくものがありそう。そのようにお伝えします。で、このハイエレファントがここにいましたが、人に対して自分に対してちょっとシビアというところ、これに対してのアドバイスとして言いますと、正論だけが全てじゃない。それから人の数だけ正義があるということですね。それを伝えたいと思います。人の数だけね、正しいって思うことがあるんですよね。だから柔軟に考えていくと、この状況というのがあなたに味方をしてくれるかと思います。正しいことは人の数だけあるよってこのカードが伝えてくれてます。人それぞれいろんな考え方があるし、という本当に柔軟な感じでいくといいんじゃないかなと思います。そしてこちらです。これ意識ですね。潜在意識。自分で意識できているところの意識。これはめちゃくちゃ優しいカードが出てますよ。面白いですね。優しさと厳しさが入り混じってる今月。カップのクイーン。このカードというのは優しさ、思いやり、それから共感性の高さ、そして芸術性の高まりとかね、芸術性の高まり、それからスピリチュアル能力の高まり。とにかく目に見えない部分のこの豊かさです。この感じがですね、魚座さんの性質と言われるものにすごいぴったりなんですよ。だから、今月このね、表面に出てきていて自分で感じているところっていうのは、本当の自分の一つではあるということはお伝えしたいと思います。優しさというのはやはり本質でもあると思うんですね。本当の自分っていうのがキーワードですね、今回。最終結果にもですね、本当の自分が魅力をもうバンバンに発揮している様子が出ているので、本当の自分探しっていうのをしている方もいるかもね。そのように思いました。感性が高まるから映画を見てね、すごい感動ができたりとか、何かものづくりをしている方はすごく素敵なものが仕上がったりとか、人の気持ちがよくわかったりとかね、そういった豊かさを感じられると思います。はい。で、こんなね、素晴らしい豊かさ、それを感じられている魚座の皆さんが潜在意識として持っているのがこちらです。
ペンタクルスの3の逆位置。これは人と人とが連携していくカードで逆位置なので、人と人とは分かり合えないということですね。優しさを持っていらっしゃる魚座の皆様方は、奥深いところで、本当は人と人って完全に分かり合えることはないんだよってことは分かってるんですね。だから優しくなれるのかもしれないし、だからいろいろな人の感覚、思い、それを感じ取ることができるのかもしれない。心の中ではですね、分かり合えない、分かり合えなかった記憶、コミュニケーションがうまくいかなかった記憶っていうのがあるかもしれないし、そこからつながって本当のところは人と人って完全に分かりきることはできないよねっていうところを持っていらっしゃると、そのように伝えてくれてます。はい、そしてこちらに行きますと、今月のあなた様自身、立場とかですね、そういうことを表します。ワンドの2の逆位置なんですね。急に何か変わるということがあるかも。立場、状況、いらっしゃる場所が変わるとか、それから想定外のことが起こるとか。で、それによって動き出すっていうこともありますのでね。これは予定してないこと、予定変更とか、計画の変更とか、そういったことを表します。思っていたのと違う。それから予定通りじゃない。そういったことが出てますよ。で、こちらが一方、周りの状況、周りの人ですね。ソードのページの逆位置なんですね。はい。なかなかですね。周りの状況が、これがね、ちょっと信用ならないなみたいなところがあるカードなんですよ。信用ならないなとか。少し振り回されるところがあるかもしれない。周りの人、周りの状況に。それから、来ている情報が間違っている可能性があります。これ、情報が違うかもっていうカードなんですね。間違いかも。少し周りに振り回されそう。その周りっていうのはもしかしたら世の中かもしれないですけれども、それが正しいかどうかっていうのを確認した方がいいと伝えてくれてます。それから周りの状況、ちょっとやっぱり不安定っていうところが出てますね。しかしそれによって何かことが起こったとしても、そこから動き出すっていうのがあるんですね。動き出すというのは、こちらでね、言いましたように、この先に素晴らしい状態で整うために、ちょっと動かしていく必要があることなのかもしれないですね。今月は、とにかくご自分自身が本当に最高の自分に戻るためのこの軌道修正というふうにさっき言いましたが、他のカードもね、本当そういうふうに言ってくれてるんですね。だから、ことが起こった時に、これ軌道修正になるという形で受け止めていただくといいと思います。だけど、情報には注意ねって伝えてくれてます。はい、それからこちらです。今月のあなた様の希望、願望、それから心配とかね、そういう思いを表すカードです。これいいですね。カップのエース、愛の始まり、それから運命の人と出会うみたいなところもあります。始まりのカードです。始まり感がありますね。始まり。それからやっぱりね、優しくいたい。優しさ欲しい。というところもありそう。優しさが欲しい。愛が欲しい。それが今月の魚座の皆様の願望として出ています。優しくされたいって思いもあるかもね。それから、愛する人と出会いたいとか。とにかく愛にまつわること。そこに対しての思いが大きくなりそうです。それから始めたい気持ちがすごくあるんですよね。愛の始まりのカード。それが出ています。心が満たされたいとか。求めてるものは割と、なんていうかな、現実的な何か、このものとか、例えばお金とかいうよりかは、メリットとかね、そういうよりかは、目に見えない部分の豊かさ、愛情とか、思いやりとか優しさとか、そういったものを欲しいなって思ってる。そのようにお伝えをしたいと思います。はい。で、最終結果がこちらです。
さっきからね、お話ししているタワーの逆位置が出てます。で、一緒に出てるのがですね、素晴らしいワンドのクイーンです。本当の自分に戻るための、本来の自分の良さを出し切るための軌道修正が行われる。そのように伝えてくれています。大変化のカードですね。外側がすごく変わってくるから、自分も変わってくる。その外側の変化を利用して、自分もそれに乗って変わっていっちゃおうみたいなことを伝えてくれてますよ。周りの動きとか周りの変化は自分が良くなるために利用していくっていうことがいいですね。これは大変魅力的なカードです。元気でパワフルでご自分の魅力が満々で、それをストレートに出していけるという出たら嬉しいカードが出ています。こんな風にご自分の魅力、才能、それがね、ストレートに出せて相手に伝わるような、世界に伝わるような、そのような自分を確立するっていうことを求めていらっしゃる方が多いのかなと思います。で、それが叶えられていく。そこに、軌道修正、チューニングされていく。そのように伝えてくれてます。はい、そしてこちらが今月の対策、それから幸せにつながるアクションとかですね、そういうことで読みたいと思います。開運アクション。これは、このカード逆位置の方がいいんですね。ソード。ソード結構出てますね。ソードっていうのは人間関係とかコミュニケーション、インターネット、思考というようなことを表します。で、逆位置。これね、出れる、抜け出せる、マイナス思考からの脱却とか、それからしがらみからの解放という意味合いのカードでございます。で、今月の対策として考え方を柔軟にする、それからマイナス思考にならないようにするということで出ております。枠から超えるんですね。それがちょいちょい出てますね。ここでも言いましたように、今月ね、この枠から超えていくんですよ。で、その超えるってことは、おそらく心で望んでいることだと思うんですね。ワンドのクイーンが言ってくれてます。もっともっと自分を発揮したい、良さを出していきたい、自分らしく生きたいという思いが強くなりそう。そしてそれが叶えられていくんですね。で、それをもっともっとね、加速させていくためには、さらに加速させていくためには考え方が大事だって言ってくれてます。正しいことは一つじゃないんだよということも同時にね、教えてくれてます。人の数だけ正しいことがあったり、それから、柔軟に物事を考えていくとか、いろんな視点を持つということで、ものすごくいい今月を過ごせるって伝えてくれてます。それからね、このカード、私が好きな意味合いで、救い主が現れるってあるんですよ。救い主が現れる。だから、本当に救い主、現れるかもしれない。なんか救われるんですよ。今月、救われる。あなたを救ってくれる何かがいそうですよ。はい、そのようにお伝えをしたいと思います。壊したかった壁が壊せる。そして、抜け出したかったところから抜け出せる。そのように伝えてくれてます。ものすごく素晴らしい調整が行われてますね。それは言いましたように、ご自分らしさを発揮して、最高にいい状態で自分らしく生きていくため、そのように伝えてくれてます。はい、タロットカードのリーディングは以上になります。はい、で次はオラクルカードを出していきます。お仕事活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージということで出していきます。そして今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしてます。アファメーションというのは自分で自分にポジティブな宣言をしてしまうことです。例えば、最高の11月を過ごしましたとか、両思いになりましたとか、それから仕事決まりましたとかですね。自分で先に宣言をしてしまって、それを引き寄せるという格好にするのがアファメーションでございます。よかったら書いてみてください。では次、オラクルカードを言ってみましょう。はい、それではシャッフルしていきます。
フラワーセラピーオラクルカードを使っていきます。はい、このように出ました。ちょっと暴れてる感じがありましたけどね、カードが。何でしょうか。それでは開けていきましょう。お仕事活動面のメッセージから。はい。Reach for the stars。素敵なカードが来ました。波動高めのカードが来てます。オーキッド。コチョウラン。はい、そして愛情面。はい。このカードもですね、最近よく出るニューアイデア。これも新しい始まりのカードでしょうか。はい。このように出ました。それから今月のラストメッセージは一番最後に出していこうと思います。では、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい、では読んでいきましょう。まずお仕事活動面から。はい、お仕事と、活動でございます。で、活動っていうのはお仕事以外の何かしてらっしゃること、趣味とかね、それから最近学生さんかなと思われるような年代の方がですね、結構見てくださるようになったんですね。なので、例えば部活とか、学校の勉強とか、そういうことが当てはまる方もいるかもしれないです。はい、これ、高い望みを抱くっていう意味がね、書いてあります。大変高貴なお花です。おそらく何かね、望みあるんじゃないかなと思います。で、そこにフォーカスしていきましょうというカードです。これね、何と言ったらいいかな。私の中ではとても大事なカードなんですね。で、魚座さんでこのカードが出たなっていうのが、なんかとても興味深いです。集中していきましょうです。望む方向に意識を向けていきましょうというカードです。それから同時にこれ望みが叶うっていうカードなんですよね。それからヒントがね、いろいろヒントが降りてくるというカードでもございます。それ何かというと、今月の魚座の皆さんは感受性とか、それから共感能力とかですね、受け取る力もとても強いと出ていました。先ほどのね、タロットカードのリーディングで、優しさとか、思いやりとか、共感性とかですね、スピリチュアル能力のカードが出ていました。これとすっごいね、リンクしてますね。私の中ではとてもリンクする、2つのカードなんですが、受け取る力が強くなっている。だから、あなた様の望むものに対してのヒントっていうのがね、結構降りてくると思うんです、今月。それを受け取ってください。で、受け取るためには、さっきも言いましたように、そこに集中しておく。関係ない、なんかどうでもいいことにね、エネルギーを使わないで、自分にとって大切なものにエネルギーを使う。それで受け取れるものがあるよと伝えてくれてます。ヒントがね、降りてきますよ。はい。このカードは、ヒントが降りてくるカードなんです。そしてね、なんと受け取れるというところです。感性の豊かさとか、感覚の良さ、それが高まっているとき、もともとそれが高い方多いんですよね。これ、魚座の皆さんの感じがとってもするカップのクイーンというカードが出ておりました。望みに一歩一歩近づいていく、そんな様子が感じられます。で、そういった意味で今月ってすっごくね、大事な起点になると思うんですね。なのでぜひ大事にされてください。望みの方にフォーカスしてください。なんかどうでもいいことにね、自分のエネルギーというかリソースというか使わない方がいいと思います。はい、そのようにお伝えをします。そして、愛情面ですが、共通メッセージもね、この後読みますので、まずは愛情面から。はい、愛情面のメッセージです。クラブアップル。はい、これ浄化のお花です。浄化のお花。新しいってきましたね。新しい出会いとかありそうですね。新しい出会いがありそう。で、先ほどタロットカードのリーディングでですね、このカードも出ていました。愛の始まりとか、両思いとかですね。新しい
愛の始まりということを表すカードが正位置でね、なんと出ていて、これもすっごいつながるなと思いました。で、今回これ割とメインカードなんですよね。愛のカード両方とも。で、魚座さんというエネルギーにすごいフィットするんですよ。両方とも。このカードもそうですね。で、愛情面、様々なパターンでご覧をくださってると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、そしてご家族愛でご覧の方もいると思います。新しいものが始まる。そのように、まずお伝えします。新しいものが始まる。で、お相手探していらっしゃる方であれば、本当に出会いとかありそうですね。で、今回、望み、願望というところにこのカードが出ていたんですが、これを叶える流れに持っていきたいですね。新しい方向に、意識、気持ちを向けていくといいと思います。割と切り替わりの感じが強くてですね、切り替わりの感じが強いんですよ。なので、切り替わる時っていうのは過去のことをちょっと振り返ってしまったりもしがちなんですが、今回は新しい方向に気持ち向けていくというのが、愛情面をうまく活かせることの秘訣になりそうです。なんか出会いが期待できますね。先入観なく、まっさらな思いで相手に対して向かっていくといいと思います。先入観がいらない感じがしますね。本当に新しい気持ちで向かい合うとか、そういったことがメッセージで来ております。それから関係性がもう成立している場合も、何かね、新しくするものがありそう。新しくするものが。過去のね、わだかまりとかそういうのを捨てていく時なのかもしれないですね。一緒に新しい方向を向いていく。そして新しい物語をまた作り始めると伝えてくれてますよ。何か新しい物語が始まります。はい、そのように伝えてくれています。では共通メッセージ見ていきましょう。お仕事、それから愛情の共通メッセージをこのボトムで見たいと思います。はい。おー。Shield yourself。ブーゲンビリアだ。ブーゲンビリアの花です。はい、これ自分を守りましょう。自分のエネルギーを守りましょうというメッセージのカードであります。ちょっと似ていますね。集中しましょうっていうことだったり、新しい方向に向けていきましょうっていうことだったり、意識の向けた方とか、自分のエネルギーの使い方、自分の思いの使い方というのが今月すごく大事になってきそうです。そして、自分をね、守りましょうって伝えてくれてます。なんかね、周りの状況として、ちょっと違った情報が入ってきそうとか、そういうことを言いましたよね。そこともつながるんですが、自分を守りましょう。自分を守りましょう。いろんな意味で。そのように来てます。このエネルギー的に、意識的に自分を守るっていうこともそうだし、物理的にもそうですね。自分自身を守りましょうと伝えてくれてます。それによって、今月ですね、魚座の皆さんがやるべきこと、それから体験するべきこと、そこに集中できる。そして受け取れるものもいっぱいあると伝えてくれてます。周りに惑わされない。それが大事そうです。だからこれもスピリチュアリティの高い色なんですよね。なんだかスピリチュアル能力高まりそうですよ。これ言いましたね。言いました。スピリチュアル能力が高まりそう。なんかすごい上がってますよ。上がってます。ご自分の感覚を信じるといいと思います。今回すっごい勘が冴える。感覚感性、そこがね、すごい高まります。なんで自分のその第六感とか直感力とか信じてください。そのようにお伝えしたいと思います。はい、そしたらね、最後行きましょう。最後の最後になります。今月11月の魚座の皆さんのラストメッセージいきましょう。これはパワーストーンのカードです。はい、こちらですね。オープン。アラゴナイト。リリース・ヨア・エモーショナル・バゲージ。なるほど。
こでお伝えしたことでやっぱり繋がっちゃうもんなんですね。最終メッセージ、最後のメッセージ。感情のお荷物、手放しましょうと伝えてくれてます。はい。やっぱり新しい方向に向けていきたい時なんですね。感情の荷物、ネガティブな思いとかね、怒りとか、それから何でしょうね、嫉妬とか、なんかもう、もやもやっとしたところとかね、誰しもそういった感情を持つと思うんですが、それを手放す時が来てますと伝えてくれてます。ただ、ネガティブなことがですね、すべて悪いわけではないんですよね。その時には、あなた様を守ってくれていた感情かもしれません。そのね、ネガティブな感情。だからそこを嫌うということではなく、時が来たらバイバイする。そういった格好にしていくのがいいんじゃないかなと思います。ですので、今月もうすごく変わっていく、大変化の中を生きていらっしゃいますので、古い方向より新しい方向に目を向けていくっていうところがすごく出ておりました。で、そこに重ねてきてくれています。はい。古い捨てるべき感情、ネガティブな感情かなと思いますが、怒りとかね、そのあたりを手放していきましょうと伝えてくれてます。どんどん軽やかに、なんか回っていくというか、軽やかに動いていく。あなた様が軽やかになればなるほど、運気も軽やかになっていく。そんなイメージで受け取りました。はい、このように出ておりました。はい、魚座の皆さんのリーディングは以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、その時に必要なまた別のメッセージが受け取れますので、よかったらご覧になってみてください。そしてこの動画が少しでも良かった、それから役に立ったという方は、高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もまだの方はよろしくお願いします。はい。では素敵な11月でありますようにお祈りしております。ではでは。